テキラダドジョンです。というわけでね、今日はね、ナビ VS ブームアカデミーというクランのね、対戦をやっていきたいと思います。タウンホール17になってからもね、ブームアカデミー対戦してましたね、以前ね。かなり強いね、中華系のクランになります。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。ナビはね、世界大会予選でね、準優勝というようなところから始まったところが、直近の対戦だとありましたね。あれもね、配信してたんですけど、すごく惜しいね、大会でしたね。ガクのファーストアタック、スーパーネクロからまずは飛ばしていって、ファイヤーボール。ここで火つないでいきます。12時シューターですね。シューターの刺さりが確かに、12時方向、結構刺さりそうと。で、おでひには、2時をつけていくというところでね、ほぼほぼね、相当数の数のプレイヤーが、オーデンにはスニージをつけてる環境なので、結構ね、そろそろみんな10レベルにね、なる人も増えてきたんじゃないかなというところなので、10レベルになったらスニージ買ってみましょう。このね、陸でも空でもね、スニージ結構強いので、スーパーネクロ、偉いな、その延命。最初の1体がね、ちょっと HP かなり持ってかれてたところだったんだけど、インビジブルで延命することによって、ここは、なんとか全体生き残った状況で、ここまで進むことができています。シューターの燃焼ダメージでエリクサータンクとかも削れてますね。で、相手のね、ガーゴイルプリンスのところも結構時間がかかるところだったんだけど、なんとか勝利ができつつ、キングがサイドカット兼穴開けをしてくれているような状況。後ろのね、クイーンも頑張ってほしいんだけど、ロイヤルチャンピオン繋いでいきました。トルネードもあったんでね、ちょっと進みが悪かったところでしたね。ジャンプを奥の方に繋いでいくんですけど、なかなか進みが悪い。ウォーデンが落ちてしまっている状況ですかね、これは。クイーン中央能力解放。スケルトンの呪文が一発だけあるんだけど、マルチ IT なんでね、ここが。刺さるべきところっていうところ、刺すべきなのは4時ぐらいなんだけど。ロイちゃんそこ頑張ってほしくて、なんとか突破するんだけど、ちょっと刺さりづらいね、このスケね。シューターからのガーゴイルも参加してくれて、お火力を増やしていきます。長弾に打つような形にしましたね。スーパーネクロの方で、マルチ IT の方はターゲット取って、長弾大砲を裏でロックするみたいなイメージですね。スケルトンの方でロックができてるので、本体にスケルトンが飛ばないという形が取れています。横打ち入ってるマルチアーチャータワーのところなんですけど、クイーンが先に射抜けそうですかね。長弾大砲の方もロックが外れてかなり痛い。クイーンはギリギリ射程外かな、ここは。フェニックスがその隙に長弾大砲ガーゴイルとさ一緒に殴ってくれている。残りはもうここだけですね。テスラウィズ島と最後フィニッシュ間に合わない。 99% 惜しすぎる。めちゃくちゃ惜しかったですね。サップミャオモリさん、よく見ると森じゃなさそうなんだよな。水だよね、上。全部水かな。もう木じゃないんだよね、これよく見ると。世界大会とかでね、スーパーアーチャーとかそういった系のね、戦術をやってる人でしたが、インビジブルでロイヤルチャンピオンのルートを作って内側に誘導していくような形のドラゴン編成。クエイクまで揺らしてきましたね。ここフォックスの管理もできてるのすごいな。ちゃんとフォックスのタイミングもコントロールしつつ、インビジブル奥へ。非常に素晴らしいリができてますね。今のも一瞬インビジブルかけるの開けて、フォックスのタイミングコントロールできてそうでしたね。あとインビジブル2発、ここも少し被弾が入らない形で進んで、アンホールまで届きましたけど、これはさすがにフォックスのタイミングがあったとしても届かないんじゃないかなというところですけど、さすがに落としきるまでは至らなかったですね。上から行くんだこれ。エアスイーパー完全にこっち向きですけど、マジか。ってなると、キングクイーン3時とかなのか。アイゴレインドラうまい、それ。アイゴレインドラで外周ヒーロー処理をしていく。うまいっすね、サイドカット。やっぱクイーンいないもんね。
キングトーカーのみを3次外周でタウンホールこの入りしてんの？激ヤバじゃないこれ、普通に。激ヤバプランニングしてないこれ。マジか。動揺隠せないですね。これまあ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 。キングクイーン穴開けあってワンチャンギリギリ許せるかどうか怪しいぐらいなんだけど、俺の感覚だとこれ。それやばくないみたいな。どうなんてなりかねないけど。これどうですかね？タウンホールまで届きますかね？キングがすごいとこ殴ってんな。中身はサッカー、これ、タウンホール取れんの？インドラインドラずるい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 。これインドラ出したピンポイントでどっかタイミングよく。これ刺してたんかなインドラ。その角度で当たる？出してたんだね、きっと。そう信じたい。からのなんかすごい列車が来てるわ。オーブン列車が来てて、おー行くんかこれ。なるほどね。まあでもタウンホールのケアはしてないと今のプランできないと思うんで、ちょっとインドラ見ます。まず1体アイゴレ処理の時に出してますね。ほんで、そのまま来たんだこれ。でもインドラ2体手元に残してるから、インドラ通らなかった時のように多分後からね、タウンホールに向けて投げれるようにしてるんですね、これ。なるほどね。個人的にはロケバル1ぐらい手元にね、補助で持ってくといいかな。インドラ2体とロケバル1体ぐらいは欲しいかな。なるほどです。なるほどです。普段やらないんだけど、ちょっとさすがにリプレイ見直さざるを得なかった、今のは。でも懐かしいですね。インドラでタウンホール取るやつ。昔は結構あったんですよね。僕も結構使ってたことありました。うん。インビジブルインドラとかでね、タウンホールを取りに行くみたいなことをね、クイヒーと合わせてやったりとかもね、昔は結構あって、ちょっと忘れてたようなテクニックですね。確かにあったわ、そういうの。これドラゴン編成でこれ組み合わせるのは、インビジブルは数的な余裕で打たなかったのかな、これは。ちょっとしんどいですね、これね。外に流れるのは分かってたと思うんで、多分、インビジブルの枚数的に節約したかったっていうランニングなのかな。なるほどね。なんか似たようなこと、フリーズもないもんな。ちょっといろいろ、なんかこれ世界大会で見た？誰か攻めてなかったか、これ。グラウスあたりこんなような攻めしなかった？気のせいだっけ？なんか似たような攻めをやってたような気もする。でもね、投石残る分にはこうしてキングが残ったところで落とすことができてますね。両サイドテスラがあって、ロイヤルチャンピオンを引っ張るような目的だと思うんですけど、しっかりこれは機能してますね。ルートライダーの方も流れてますからね。中央クイーン、クロークサイて、援軍に対してはポイズン。マルチャイティーは落とす前にアイゴレに捕まりましたと。相手のガゴプリしんどいんですけど、しっかりストライカー届いてますね。うん。打たれてはしまいましたが、HP は結構削ってくれました。中央クイーン延命できるか。龍炎砲マルチ IT までクイーン突破したい。突破できそう。これヒーラーを採用したいいところですね。ヒーラー人形を採用して、ホーミングもね、特に食らってないので、中央突破まで来ました。ただ、ロイヤルチャンピオン裏側持ってかれた。クイーンの方も落とされた。なんだかんだでこのロイちゃん流す用のテスラもこうして2本ね、終点にあるだけで邪魔なので、このテスラかなり機能してますね。なんか似たような配置を世界大会予選で見た気がするので、その時使われてた配置なんじゃないかなと思うんですけど、さあ、怒りのスニージー。マルチアーチャータワーに歯向かいましたが、落とされます。対戦相手は2本連続ドラゴン編成。
まあ、さすがにこの真ん中のタウンホールはインドラで狙うとかはないんじゃいいかなと思うんだけど、ワンチャンあるか。まあ、ロイちゃんで狙ってそう。まずはインビジブル使いますが、大工の存在忘れてないそれ。おお。ねえ。もう一回外広がるそれ。それはいいんだ。大工法落とし得みたいなところ。ああ、いや、そういうあれでもなさそう。普通にガンゾレした。ただオーラで落として、これ多分タウンホール狙ってたプランだとは思うんで、いや、いいね、巨爆。巨爆すごいよ、これ見て。1、2、3、4、5、6。6連巨爆ロイヤルチャンピオン歩かせて、これ、防衛が額か。やらせたいルートさすがに取ったでしょ、これは。ここ歩いてほしいっていうようなルートを綺麗に歩かせたから、多分誘ってるところなんじゃないかな。突撃艦に切り替えるこれ。あ、いや。ギリギリこれ持ってけるか、タウンホール。いやー、でも9時流れて真ん中寄らながら結構しんどいもんな、それもそれで。あ、でも、ちょっとだから兵器は手元に残してますね、これは。さすがに、撃てないですね、兵器を。追い組んだ、このタイミングで。ちゃんとドラゴン向かうというところを見切って、まあ、ロイヤルチャンピオンがね、削ってくれましたからね。で、モノリスに対して、スケルトンから、キングを外周歩かせていくと。ガゴプリの能力がかなりいい形でぶっ刺さってます。裏のアチャガゴも射抜かれて、アチャだけ残った。スケルトンもモノリスにかけたんだけど、モノリスを殴る防衛施設、じゃないや、ユニットがいないんでね。まあ、延命したに過ぎないっすね。ただ、オーブンがね、ここ、たくさん転がってきてますね。列車が転がってくる。オーブンラッシュ強いな。ガゴプリとオーブンが戦っています。なんか終点までこれ、上の舞台伸びてんだけど。さあ、これはモノリスオーブンに焼かれまして、マジか。あのロイちゃんから持ってかれるんだ、前回。すげえな。正直ロイちゃんパートだけ見て相当無理でしょみたいな感じで見てたんですけど、行かれちゃいましたね。今の全開になるんだ。さあ、クラウス。お、テスラめっちゃちょうどいいとこに入ってきた。スケルトンも解除できて、こちらもドラゴン編成ですね、お返しに。さあ、ちょっと左下寄るか。大丈夫だった。クロスボウを寄りまして、外周隠しでしっかり内側に寄るように誘導かけて、ボム反応やや内側に寄せてもらったことによってむしろタウンホールを落とすことができます。うん、タウンホール誘導うまいっすね。うまいな、今の援軍ちょっとだけ寄せるのも。さあ、ここ援軍は全て見えました。ポイズン採用してるんですね。オーブンにじゃあ、打ちたい感じかな打ちたいっすね。かつ、キングの方も回収。さっきね、対戦相手がやってたような感じになりますね。対空砲が結構痛いな、これ。ここは、フォームから入る、レイジトーム。キングがアイゴレに捕まっております。反対サイド、インドラクジ。10日兵舎まで置いていく。ちょっと10日にね、迫撃砲のターゲットが入っちゃいましたね。キングの方は、ヘビが頑張ってくれている。フロスティプラスのヘビによって、巨爆に弱いんよね、ヘビ。富士区画のドラゴンの方もちょっと進みが悪そう。3時マルチアーチャータワーそのまま残りましたね。ウォールブレーカーとか持ってきた方がいいんかね。ヘビがいるんでね。
範囲ダメージこの壁越しでも倒してくれるでしょっていう読みで多分ここ無視したと思うんですけど、穴開けとかせずに。ちょっと相手のロイヤルチャンピオンに引っ張られちゃったので、キングスキンかっこいいな。さあ、相手またしてもドラゴンなんですけど、ロケバル10体いるんで、ちょっとロケバルの使い道見たいっすね。まずはロイちゃん削りから入っていきます。おお、ロケバル。対空砲カットかな。ここでまず4体咲いてきましたね。ここで、ロイヤルチャンピオンの方も対空砲を削っていくと。おっと、思った方に進まなかったか。ポイズンタワーきついね、これ。はい。ここで能力解放、インビジブル。ヘイスト。さあ、アイゴレに寄せられて中央入りましたが、何発か殴ったことでこれは、アイゴレ入りますね。このフリーズ効果でかい。オーブン、まだ、出てなかったんだね。オーブンもこれオーラダメージで削り切りまして、エアスイはだいぶでかいぞ、それ。ドラ編成なんで。これまたインドラで取りに来てる、もしかして。対地黒、バーバリアン、キング、10日弊社も追加で外周部。そういうわけでもない。めちゃめちゃ、そんなにそこから出すの？みんなでボムに当たりに行くようなもんじゃない、それ。ちょっともったいない気するけど、これ。めっちゃ被弾するやん。でもタウンホールに誘導するにはこういう出し方しないと、綺麗には進まないからね。誘導は綺麗にできました。まだロケバル6体あるんだけど、ここ狙いに来るかな。やっぱり来たね。アーチャータワー壊してから追加のロケバル。うまいね。ただちょっと9時のパートが、どうだろう。10日弊社からの画号で9時届いていく。やっぱキングだけじゃ足りないところっていうところもあったりするので、今回は追加してきましたね。からのガゴプリン能力上側。いいとこにはぶっ刺さっています。いやー、どうだこれ。強いな。スパガゴがキングの方を処理して無駄なターゲットね、キングに取られないようになりました。いや、強いな、これ。相手ちゃんとドラゴン伸ばしてきますね。反発連続ドラゴンのルートライダー型な、違う、ロイヤルチャンピオン型なんですけど、すげえな。時間切れ。めちゃめちゃ危ない。強いな。強いクランなのは知ってたんですけど。強いっすね、やっぱり。さあ、カズマくん、ドラゴン。結構ルートライダーがね、たくさん使われてた環境なんですけど、今日めちゃめちゃドラゴンですね。ドラゴンの日ですね。なんかこのぐるぐるもなんか既視感あるんで、もしかしたらやってたかもしれませんが。さあ、残った12時ウィザード展開してますね。美味しいっす、これ。医療ホールとかね、かなり HP 高いんでね、時間かかっちゃうしね。回収、ウィザード出しちゃうのはありですね。インビジブルで誘導かけていく。タウンホールの方に誘導かけてからヘイストかけてうまいね。ラストもかけていきます。安い折れるとドラゴン的には熱いけど、すごいうろちょろされて終わり。
12時もウィザードを削り切ってますね。もうアーチャークイーンが使われないことが普通にドラゴン編成だとデフォになっちゃってる。ちょっとキング最悪だな、それは。キング最悪だな。ただ、アイゴレ投下兵士につけたのうまいね。そのおかげで相手のヒーローが、料理ができて、相手のリクスケ見てバルキリーも追加。うまいな、この辺。こういうとこうまいよな、ほんと。さあ、ガゴプリがうざすぎる。ドラゴン相当それたな。外周インドラとかも咲いてる。だいぶ二手に分かれちゃったのと、ガゴプリが、まあいい能力にはなったけど、ちょっとがね、ボーデンと離れたことで、能力使わされていきます。3時、ベビドラ、インドラ追加しつつ、投下弊社オーブンというところで、対戦相手と同じような形でやってますね。さあ、リクスケ強そうだな、それ。さあ、ボールブレーカーからのウィザードをアーチャータワー追加してガゴプリ生き残る。フェニックスが出なかったの、これ強すぎる。素晴らしいウィザード追加。ウィザード持ってきてるのが偉いわ、ドラゴン編成にまず。あんまりね、採用されることないんですけど、こういうところしっかり持ってきてんの。うわー。すごいな、この HP のガゴプリ一生生き残ってる、最後まで。いやー、ナイス。ナビの方も全開取って、相手はドラゴンインビジブル変わらず。この編成ハードモードだとね、かなり難しいですからね。前回取りやすい編成ではあるものの、言うてもね、このロイちゃんの HP 管理って思ってる以上にやっぱ難しいので、ノーマルモードですら HP 管理難しいからね。ルート管理は、みんな分かりとは思うんですけど難しさ。いいテスラ。ちょっと3時にね。しっかり誘導かけていきますが、もう一回テスラ見えましたね。内側誘導するためにはそこを隠さないといけない。誘導かけてインビジブル。うまいな、防衛が。このテスラうま。地獄すぎるね、これは。こうなっちゃうとマジできついじゃないですか。いや、その誘導インビジブルはマジで意味ないね。いやー、これはテスラうまいわ。読み切ってるね。何が来るか。もうタウンホールから突っ込む形に。さすがにテスラうまかったね、今のは。全然やりたいことができない形になりつつ、タウンホールから突っ込んで、確実に星2を取りつつっていうような形ですね。援軍ネクロだ、マジ。ドラ対策も兼ねたネクロにはなってると思うんですけど、あんまりネクロ採用されることがないからね。すごい逸れてる、ほら、スケルトンで。今、右のね、マルチアーチャーと、IT に向かってくれそうなドラゴン部隊いたんですけど、スケルトンをかけて流れていきました。こういったところがね、ネクロの強みですよね。空のね、編成であっても、ちょっと逸れてしまうみたいな。で、中央ね、リクスケルトン置いてたんですけども、溶かされていて、モノリスが無双すると。この中央コノリツモノリスは一生強いな、これ。オーブン3体結構ね、採用率高くなってきたけど、見てても結構楽しそうだね。よそう。オーブン。ちょろんちょろんちょろん。でもこれこんな伸びるんだでもこれさモノリスに強いな、オーブン。言ってたっぽいなロイちゃんパートどういうあれ見てたかわかんないですけど、なんか言ってた臭いよね、この残り方。裏側空に対応する防衛説も2個しかないんで、一応ウィズとあるけどないようなもんなんで、言ってた臭いな。ちょっと、強いっすね。
今日すごいな。ドラゴンだらけだ。ガクがね、スパネクやってて、他みんなドラゴンやってるもしかして。来たー。ヤントツ。ヤンキーとつきちゃー。フォーミングチェックすらしない時代ですか。あったらドンマイでっつってどっちにしろなんか、ロケバルとか咲かないと、厳密な解除みたいなのできないしな、ここ。ですらあったらそれはそれでだるいし。で、クイーンの方でサイドカットしてるんですけど、援軍にちょっと手を取られてるような形ですね。クイーンが全く伸びなかった。アングリージェリーつけて防衛説を先に殴れるような形を取ったんだけど、相手のガゴプリと援軍のアーチャーに手が止められまして、相当これは突撃艦イエティで援軍が釣れて、それによってクイーンが、しかもサイドカット、これ、本来ね、この辺サイドカットしてるので、ウォールブレーカーも込みで、ロイちゃんがこの流れでタウンホールの方に向かってくれるようなプランだったと思うんですけど、プランニング通りクイーンが残したとこに流れちゃいましたね。逆に言うと、ここにちゃんと流れるのが分かってるっていうのもね、すごいところではあるんですけど、大事故になっちゃうと。こうなっちゃうときついんだよね。どんな編成でもこうなっちゃうときついけど、よりきついんだよな、この編成が一番。呪文がなく、タウンホールをドラゴンで取んなきゃいけないっていうのが、ロイちゃんなしだからね。リカバリが相当効きづらいんだよね。ルートライダーラッシュだと、一応リターンがあるんで、ロイヤルチャンピオンもう一回ね、失敗したとしても死ななければ回収ができるので、今回もこのインドラいいっすね。ヒーローホールとダークエリタンクという HP の高いところにインドラサイドカットを入れて、一応タウンホールへインドラ投げ込んではみますがって感じですよね。うわ、トラスケ絶望しかもかかってないという。さすがの星さんもこれは星1と。だから、普通にこういうことが起きてしまうような編成ではあるんですけど、対戦相手の方がそこはうまかったですね。事故ってても結構パーセント伸びてましたし。これいけんのっていうのは1個あったもんね。前回のスタし。でもドラゴン伸びるね。タウンホール落とすには時間かかるから、落としてたらね、伸び具合見たいなところはまた変わるとは思うんですけど。ラストアタック、ルートライダー来た。インナラさん。昔からこの人の名前覚えやすくて好きなんだよ。まずはロイヤルチャンピオン削り、リターン型なので。ヤッターくんがやってたか。インビジブル。どういうルート描いてたかわかんないんですけど、外周カットって感じになったかな。ジャイアントアローだ。安い寄っていく。なるほど。そういうことか。ダメージも与えてクエイクも与えてみたいなイメージなのかな、これは。ジャイアントアロープラスクエイクプラスウッドランチャーのダメージでみたいなことかな。フリーズちょっと角度の問題で長弾大砲まで守れればよかったねぐらいではありますかね。でもこれめっちゃ強いな。それ強いね。ストライカーもここは溶かされて。内側完全に綺麗にできて、クイーン延命できて、こういうルート取れる。いや、かなり強いな、これ。ルイちゃん処理できました。中身のイエティも本体と合流。サイドカットがちょっとこれはね、その分、兵器使えないので足りてない感じなんですけど、
イエティスーパーバーバリアン、さらにキングも追加。ウォールブレーカーつけてきましたね。さっきクラウスがね、落とせてなかったマルチアーチャーターっていうのはヘビ型ありましたけど、ここはやっぱ直接殴れるような形を取りに来ました。ポイズンは持ってきてすらないっていう形。ロイちゃんを中央ぶち込んでいけばタイタンみたいにね、援軍に対してはオーラで倒せるっていうところで。で、6時側はなんかサイドカットして、キングが内側通れるような形を作ってますね。うん。強い。さあ、ここ中央レイジぶち抜いて、裏側ベビドラ溶けていく。アーチャー9時置きたいね。うん。バーバリアン出てくる。で、強っ。ラストフリーズ完璧。救援砲は裏を向いたのでダメージ入らない。めっちゃ強い。これめっちゃいいアタックっすね。素晴らしい。はい、というわけでね、終わりまして、10対13というところでね、懐かしいテクニックありましたね。タウンホールをインドラで落とすっていうような形。昔のタウンホールは、タウンホールがギガテスラで、結構タウンホールからの反撃が痛かったんですけど、今のタウンホールって確かに、イーグル砲みたいな感じでね、3発全部インドラに飛ぶとかじゃなければ、言うてもそんなにダメージ痛くないっていうところで単体だと、ちゃんとケアができればね、トラップチェックとか、タウンホールのターゲット管理とか、インビジブルの呪文使うとか、なんかいろいろね、あればね、結構、タウンホール落とすプラン組み込むのいいかもしれません、インドラ。最後のね、ジャイアントアロープラスクイックランチャーっていうのもなかなか刺さってましたね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。